にちは。今回は日々は過ぎれど飯うまし第4話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。つつじちゃん好き。おう。スレッタ。こいつ糖分取りすぎだろ。ぶどうだけに誰がうまいこと。だからぶどうジュースを選んだのか。引くほど。どうすんのこの空気。ダジャレハラスメント。地獄のような空間。雰囲気やばくて草。コミュ障は感染する。この羊ちゃんとさっきのものの大食い娘がイメージダブって仕方ない。なんか始まった。謎ダンス。おさまけより動いてる。なんとも言えない空気に。羊ちゃん好き。おしんこ早く来てくれ。見てらんねえ、やめて。コミュ障2人と不思議ちゃんとか地獄かなここ。この部活は就職にプラスにならない。羊ちゃんかわいい。なぜこれでいけると思ったのか。思ったより動くんだな。これで角刈りソースを消費しなければいいが。キャベツ検定合格。キャベツ検定で遊ぶな。キャベツ検定中止。切り方やべえ。またぼっちちゃんがバイト失敗してる。綺麗な千切りは普通に難しい。ぼっちちゃんにバイトは無理だ。しのんちやん元気なぼっちちゃん。かわいい母子。肉と油は裏切らない。ダメだこの店員。そりゃうまいけど女には多くない。レニエイチでおすすめを判断しろ。この店もないんだよね。このお店も閉店したんだよね。とんでもないことを教えてる。そして正解言ってる。肉と油は裏切らない。うまいものは糖と油でできている。食い切れるのかよ女。一気に距離近くなった。変わりすぎだろ。誰や。もう慣れたか。急に慣れ慣れしくなった。距離の詰め方が。距離感バグりすぎだろ。距離の詰め方やべえなこいつ。やっぱこのスカートエッジだな。ぐいぐい来る。怖い事務員さん。マルタ。こいつめんどくせえ。人見知りにも程がある。声。就職できないレベルだろ。嫁になればよかろう。助けないなこっちゃん。友達ができる分お前らの大学生活とは違うな。ガガピーだったのか。こういう子でも彼氏はいるんだよね。理解のある彼。距離感バグってるからな。こんな極端なやついねえよ。今週ちょっと面白かったわ。日々飯面白い。やっぱり PA だわ。基本3分の1終了。主人公を超える人見知り出てくるとは思わんかった。距離の詰め方がすごい。これならエリート兵に踏み込みが足りんとは言わせませんわ。人見知りってむしろ自分に関係ない知らないやつとは気にせず話せたりしないかな。とりあえず今日のお話はお前らはドイツ語選択したやつが多いということが分かった。キャラの良さアニメと入気がするな。交流逃げるタイプの人はまだマシだけど、その後いきなり距離ゼロになるタイプは大抵トラブル起きる。もう5人揃ったらやることないよな。水着会とギスギスくらいか。野球会とか麻雀会とか。割烹の始まり。焼き。彼氏で来たりするんだよ。ランドがあるやん。合宿を忘れるな。スブラキはギリシャの伝統的な串焼き料理です。肉、豚肉、鶏肉、ラム肉などや魚介類、野菜などを串に刺して焼き、そのまま食べたりピタパンで挟んで食べるのが一般的です。ピタパン。ヘギリシャ料理なんだ。ピタパンって給食で出てきたな。ピタパンとか久々に聞いた。エナドリはワンヤロ。慣れ慣れしい。なんという変貌っぷり。ニーチ判定に入った。めっちゃ出れてる。キャラ変わりすぎやろ。出れると距離なしになるタイプ。テンション違いすぎる。人見知りがちょろく。めっちゃ懐いた。急に慣れ慣れしくなるタイプだったか。距離感バグってる。アハレンさん以上に測れない距離感。コミュ障親しくなったら急に表変あるある。距離感バグってるタイプの陰キャだ。最初のハードルが高いだけでその後は早いタイプか。明日くらいには家に来そう。陰キャ特有の距離感の詰め方。これじゃ二重人格だろ。これ
そいつなんじゃ。めんどくさいやつだな。めんどくさかはいいやつだ。社会生活できないレベルやんけ。こいつ一般社会で生きていけるのか。やはりこのアニメで一番可愛いのは事務員さんで全会一致だな。事務員さんを割烹に誘うとか差し入れとかしてくれ。人見知りが激しすぎる。5人目は外見からギャルキャラかと思ったら主人公と被るコミュ障キャラだったか。まこっちゃん、コミュ障キャラは2人もいらぬ。マイクロプレーン使ってやがった。結構道具持ってんじゃねっか。こんな時間に見るアニメじゃないな。腹減ってきた。人見知りじゃない星7は可愛いな。ナナちゃん可愛すぎるだろ。距離感が狂ってて可愛い。これでレギュラーキャラ揃ったのかな。結局一番可愛いキャラは事務員さんだったな。こいつ懐いたら別人じゃねえか。コミュ障あるある距離感バグってる。人との距離が測れない女の子。ナナさんは測れない。この人安全と分かったら一気に距離縮めてくるんだな。コミュ障の裏返しは増床なのです。エンディングじゃカラオケで歌ってるじゃん。仲間内だからな。店員が料理持ってきた途端スンとなるやつ。一緒にパズルして開ければすぐコロッと友達になってくれそう。デニムスカート金髪ギャルとか見た目ドストライクだ。ゴールデンウィーク明けたら髪色変わってる大学生は男女どっちも一定数いる。まあ7くらい極端に全身変わるのはそういないけど。羊ちゃんが思ってたより数百倍社交的だった。羊ちゃんがいないとこのサークルは暮らしする気がする。普通のアニメならキツジちゃんが一番の変わり者キャラになるはずなのに、他のキャラの悪が強すぎる。おしんこと一緒にわちゃわちゃしてるキャラだし、まあ同じくらい陽キャだよね。ダンスパート悲しすぎて笑えた。レナドリと焼肉ってやばくない？今までおしんこが一人でトラブルメーカーだったけど、今回はおしんこがちょっとまともに見えたな。トラブル前に止めてくれたからな。肉と油は裏切らない真理だな。ママと事務員登場でダブルでいいかい？事務員さんも部に引き入れようぜ。ところで事務員さん、途中から廃部にするとかいうことだけはやめてちょ。それにしても腹が減る作品だ。エンディングに7増えた。エンディングちゃんと増えてるのすご。エンディング5人の完成形って感じがいい。新メンバーが追加されるとは思わなかった。日々飯面白いし好きだわ。今日も素晴らしい飯テロタイムでした。星奈々ちゃん、おしんこつつじラインに負けないくらいのクセ強キャラだけど、いい子ね。仲良し度合いで距離感バグる系女子か。ナナちゃん。ナナちゃんなれると大丈夫だけど、知らない人だと苦手なタイプか。今日も完食お疲れ様でした。新キャラも登場して、狭い空間で行われる変なノリに磨きがかかってきた。食を絡ませながら、こういうコメディを期待して頼んだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。